スタテリ始まるよはいはい、ということで始まりました、今回は荒川プロ第2弾ということでバックハンド編をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Subscribe。当たりやっぱ熱いですね。よいしょ。おお。よいしょ。ラストいきます。あちゃ。やっぱりバックの方がいいな。あれまあフォアはちょっとやっぱ回転系がやっぱ強いの部分と、はい、バックの方がなんかこう当たりがすごい熱いなっていう感じがしたんですけど、なんかプチ情報によると昔シングルハンドだったって。あ、そうなんですよ。すごいちっちゃい頃なんですけど、お父さんと私がエナンとフェデラーが好きでちょっとノリで片手バックにし始めました。今じゃあ片手打てる？今ちょっと難しい。どうですか？たまに遊びで打ったりはしてるんですけど、ちょっとやってもらいましょう。ちょっと片手バックで精度低い。でもグリップが全然熱くなってる。やばいやばい。でもいそう、なんかこういうプレーヤー。打てた。おお。ラスト。うまいじゃないですか。なんかいきなりシングルハンドだとグリップこんな熱くなっちゃって。でもこうやってやっぱ持ってたんですね。はい、こう習っててもう打ちづらくて。じゃあもう変えてからもだいぶもう年月経ってるっていうことで。はい、小4とかぐらいまででした。マジですか。はい。でもこの感覚はあって両手をこうつけるってちょっと不自然なところありました？最初は右手で引っ張っちゃってバックが下手で、はい、なるほど。結構こうなんだろう、左手を使わないでもほぼ右で打っちゃってて、でも一回それが結構自分でも気になって練習で左手で片手で打つ練習とかしだして、今は左手の方が力を、入れて打ってるって感覚。体型がちょっと小柄なので、シングルハンドって結構やっぱりね、狙われてました。そうなん弱点みたいな感じで。絶対両手の方が多分いいと思うんですけど、高い部分がやっぱどうしてもきつくなるんですよね。はい、きつかったです。で今テイクバックを見てると結構こうやってラケットを寝かしてるんですけど、ここはやっぱ意識されてるんですか？でもバックも結構大振りだったんですけど、結構コンパクトですよね。いつからかすごいコンパクトに打つようになって、結構こうやってストンって落として打つっていう。なんかフォアよりコンパクトかもしれないです。見てるとすごいこう小さくてラケットちょっと寝かしてそこからフラットにこう持っていく感じがしたんで、ミート率もやっぱ良かったですし、こういうラケット立てるタイプの人も多分中にはいると思うんですけど、こうやって回します？回しない？そんな感覚あんまりない。なんかストンみたいな。寝かす？はい、なんだろう、このまま回すっていうよりは引いて落とすみたいな感覚です。じゃあもうラケットトップはこうやっても下げちゃうの？はい、下げてますね。なるほどなるほど。でフォアは回してバックは下げるっていう。ややこしい。ここ回したらこっちも回すんじゃない？なんかこうなって。そうじゃなくてもこうなっちゃうんだ。反抗期だった。バックが。でこうやってシンプルにやれって言われてここから前出すっていう感じです。なるほど。いろんななんかこう昔のストーリーがありますね。なるほどなるほど。ここか。こうやってきてインパクトでフォローはなんか意識してることあります？フォローはけどなんだろう、普通に肩まで回すっていう。じゃあ1回のスイングで肩まで勢いをこう回すっていう。はい、でもやっぱバックの方がでもこするっていうよりやっぱ押す方が強い感じがします。球に対して力を当てると押すっていうニュアンスと当てるとか加速させるっていうニュアンスやっぱ違うじゃないですか。押す
押す僕ね押すがダメなタイプだったんで正反対なプレースタイル。僕はちょっとアメリカの経験があるんですけど、アメリカ行くとヒットしろって言われるんですよ。ヒッティングに行けって。ヒットとそのプッシュってニュアンスが全然違うとか言われて、僕もどっちかっていうとこう押すタイプだったんですけど、ラケットの加速が全然生まれなくて、そこは考え方を変えろって言われて、そこからもうヒッティングに行くイメージでラケットは加速しろっていうふうに相当言われたんですけど、押すタイプなんです。これからヒットって言われるんですかね。まだね、まだ21歳ですから、これからね上のランク出るときは、やっぱり押すじゃなくて、やっぱり打ちに行かなきゃダメだなって。多分この動画が多分何年かした後に役に立ちます。そうですね。はい。We are Japan's #1 tennis channel, Star Tennis Academy. 足はどうですか？もうほぼほぼ右足スクエア。はい、そうですね。フォアはオープンなんですけど、バックはもう基本的スクエアスタンスで。オープンスタンスはあんまり？オープンは振られた時に使うぐらいで、基本こうやって結構肩出しこっちに隠して、でクロスとストレート打ち分けてる感じです。じゃあほぼほぼじゃあ背中向く感じで打った後こうやって戻す。はい。だからなんか結構打ってる人とかコーチにコースが分かりづらいって言われて、結構ストレートが読めないってよく言われます。ここでコンパクトに打って、フィニッシュを取るっていう感じなんですね。なるほど。スライスとかは使います？よく使います。でも私片手っていうより両手のスライスで打ってるんですけど。ちょっと両手のスライス打ってもらえません？はい。おお。すごい独特な打ち方。おお、うまい。あ、じゃラスト。いやなるほどね。ちょっと回すんですね。左でこうやって風に回していく、押していく。なんかこうなっちゃってました。こうなっちゃった。最初は自分かっこいいフォームで打ってんだろうなって思ってたんですけど、映像を見たらなんかすごいぐちゃぐちゃなって。でもこれが一番自分では打ちやすくなってて。結構やっぱ今後ろから見てると前傾が結構強くて、左手が前にこうやって押し出した後にラケットが一回下がるんですけど、こういう風に上がってる感じがします。こうやってこうやって無駄な動き多いですね。いや無駄ではないですけど、押し出しは結構強いなっていう感じだったんですけど、僕はですね、もともとシングルハンドっていうのもあったんで、前にはやっぱ向けないんですよ。こうやって、絶対向けないです。向くと回転が強くなっちゃって飛ばないんで、左手はどうしてもここに残さなきゃいけないんです。でも女子のそのスライスって基本両手を使ってる選手が多いんで、絶対左手がこういう風についてきちゃうんですよ。でここが残せって言っても分かっても絶対ラケットの重みに耐えられないんで、どうしてもここが押していかないとやっぱいけないのかなっていう、その分前傾がやっぱ強くなってラケットが最後こう下に下がってまた上に行くみたいな、そういう風になってると思うんですけども、スライスよく使うってことだったんで、結構スピンは強めですよ。スライスのスピン、結構強めです。僕ほぼほぼフラット系で打つんで、なんかこうちょっとおっかなびっくりというかちょっと怪しいなとは思うんだけど、でもそれでもすごい綺麗にこう打ててます。女性視聴者の方もたくさん見てるんで、打ち方は結構大事なんで、ちょっとそこを勉強してもらった方がいいと思うんですけど、なるほど。ここもいけますね。じゃあこのフラットとスライスの使い分けをやりながら相手の状況を見てボールを判断していくっていう、そういうプレースタイル。はい、結構緩急を使うプレーが自分の中で好きで。チャンスボールの高いボールとかってどうですか？打ちにくい、打ちやすい？高いボールけどやっぱちっちゃい背が低いので、その他のパワーのある選手よりはそのパワーヒットはできないんですけど、肩ぐらいでしっかり打つ。バックも、叩くように。バックもここですね。ちなみにジャックナイフとか使います？練習自粛コロナ中にめっちゃ練習して。はい、じゃあやってもらいましょう。はい。Subscribe, subscribe, 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 subscribe. 攻め込む気持ちで。
うわー、すげえ強いここは。ラスト。じゃあ得意のジャックナイフを。得意のジャックナイフを。やばいどうなるかな。得意のジャックナイフを。おお、うまい。おお、うまい。ラスト。おお、でもうまいっすね。でも練習したの1回とか2回ぐらいだからめっちゃ緊張した。あ、でもうまいっす。本当ですか。左足この反動でしっかりボールを打ってるんですけど、でも最初のフラットでちゃんと右足踏み込んでる方がやっぱパワーがやっぱ出ますね。Star Tennis Academy. あー、ごめん。ごめん、はい。すいません。ちょっとたまにスライスも混ぜてもらえると。スライスそしてジャックナイフも混ぜてもらえると。すいません。おじゃあおお。Okay. We'll take the world's number one. So please subscribe now. で高いボールもやっぱり低いボールも荒川さんって僕思ったんですけど、しっかり体が先に回転が始まってラケットが後からついてきてボールをちゃんとヒットしてる、このなんかほんのちょっとしたこの時間差っていうのが逆にチャンスボールで見えた。押し込んでいこうっていう。でこの体の動きとラケットワークがついてこないんですよ、一般の人は。どうしてもこういう風に上からラケットが先行しちゃうんですけど、体のこの最初の入り、そこからラケットが遅れてきてインパクトに向かうっていうのがよく分かりました。だからボールがプワーってこう伸びてる、しっかりこう伝わってるなっていう感覚がしたんで、そこは皆さん勉強してください。はい、ぜひ。今ちょっとバックハンド編をやってもらいましたけれども、やっぱり体の動き、ラケットのその手首の使い方、最後のフォロー、力をしっかりこう伝えるというバックハンドをお送りしたんですけれども、皆さんもぜひ練習をやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。
Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!